おはようございます。阿部義俊です。今回はちょっと一発撮りみたいなことができそうにないですけど、シグマ FP が今、自分が絵を描いてるところをこう下にカメラ向けて、撮影してて、ちょっとアングルを変えられないんで、今日は、ルミックスの S5 で撮影しようと思っています。喉がガラガラだ。雑談から入ると、ドリキンさんが僕の動画について少し、言及してくれていて、ちょっと抜けたところがあるというか、細かく言葉を間が空いたところを切ってるのに、コーヒーを飲むところをそこは切らないんだみたいな、切ってなかったんで言われてましたけど、ちょっとコメントで返したけど、コーヒー飲むとこも編集の時に邪魔なんで切ろうと思ったんですよ。だけどやっぱこうやって飲んで、でこの辺でもう喋り始めちゃってるんで、コーヒーをなんだろうな、っていう苦い顔しながら喋り始めちゃってるんで、編集でそこ切ろうとしたら突然苦い顔で喋り始めていたりして不自然だったんで、ちょっとコーヒー飲むとこは残しました。そんな感じで Apple の新製品の発表会があって、iPad が刷新されました。Air と Pro かで、自分としてはApple、もちろん iPadプロで、仕事していたりもするので、その新しい iPad Pro についてすごい楽しみだったんですけど、楽しみであると同時に前評判というか、やっぱり事前のリーク情報を見ていく限り、一応新しくはなっているが、値段が高くなりそうということと、iPad 自体は素晴らしい製品で、やっぱり自分も仕事に欠かせないものだし、ものすごく満足度高く使っている製品ではあるんですけど、僕はだから前の動画でも言ったけど、M1 チップすら搭載されてない A14X かな。自分が YouTube でこうやって動画を撮り始めた直後ぐらいに確か買い返したと思うんで、多分その M1 になる前ですよね。の最後の、iPad Pro の 12.9 インチを使っていて、もうそれで僕みたいにクリップスタジオで絵を描くぐらいの人にとっては全く不足がないんですよね。なので、新しい iPad Pro が出ても M4 チップが積まれましたよみたいな、 AI 機能が強化されますよとか、レンダリング、動画のレンダリングスピードが速くなりますよみたいなことを聞いても、そういうの使わねえしと思って、それに対して値段が自分が、今使ってるのはストレージが1テラかな、それでセルラーモデルなんだけど、そんなような製品構成で組んでったら42万とかになって、もう俺の MacBook Pro の16インチと大差ないじゃんっていうか、 iPad の方が高くなっちゃうんじゃないかなっていうぐらい値段が高くて、いやもう腰を抜かして、円安の影響があるんで、アップルが悪いわけじゃなくてしょうがないですけどね。なので今のところ買う予定は全然ないです。ただとはいえちょっといろいろと検討だけはして買うかな。例えば今iPad Pro 使ってるけど、すげえ古い iPad Pro なんで iPad Air に買い替えたとしても、例えば性能自体は上がるんじゃないかとか、実際のところ今の、新しい iPad Air は M2 チップがついているので、多分スペック的には上がりますよね。で、ディスプレイも綺麗になってるし、みたいなことを考えてどうだろうと思ったんだけど、そうだな、なしではないけど、でもやっぱプロを使っているのにそこに戻るかっていうと、負けた感じがして、どうかなと思って、保留って感じですね。それでさえ多分20万とかを全然超えてきちゃうと思うんですよね。それを考えたら、ちょっと高いかなと。で、iPad Pro に関しては、一番性能の低い、全部最小の構成でも13インチの方で、11インチは僕はちょうどもう絵を描くためのものなんでターゲットに入ってないんで全然調べてないですけど、21万8000円からスタートで、もうすでに最小構成でももう地獄のように高いと。で、さっき言ったけど、僕が欲しい性能帯で組んでみたら42万とかになったんで、もう完全に投げ出したんですけど、じゃあギリギリ仕事で使えるところを狙ってみたらどうだろうと思って、新しくディスプレイの表面がなんとかナノコーティングか、コーティングが変わって表面がザラザラして、こういうところにやった時に上の蛍光灯とかの光を反射したりしなくて見やすいですよみたいなガラスフィルムがつくらしいんですよね。だけどiPad Pro を使うじゃないですか。で、ペンシルで書くじゃないですか。そうすると、画面やっぱどうしても傷ついていくから保護フィルムを貼るじゃないですか。で、これ実際まだやってないから分かんないけど、他の YouTuber の方の動画とかをちょろちょろっと見て情報収集した範囲では、他のタブレットとかでやっぱりザラザラのコーティングのモニター
のそのタブレットかな、なんかペン型のデバイスが使えるそのスマホだかタブレットだかでガラスの表面がザラザラのコーティングされてるやつみたいなのがあるんだけど、結局そこに、液晶保護フィルムを貼るじゃないですか。そうすると結局ツルツルになっちゃって全然意味がないと。でこれは絶対保護フィルムを貼って使うものなんで、そのザラザラコーティング多分関係ないと思うんですよ。よっぽど肝が据わっていて、わしはこれで保護フィルムなしでいくんじゃっていう人はまた別ですけど、なのでノーマルのディスプレイにして保護フィルムを貼って使うとすると、まあ1万円ぐらい安くなると。でセルラーモデルを自分は今ずっと使ってたけど、まあテザリングでいいかと思って、その Wi-Fi のみのモデルにすると、またちょっと低くなると。でマジックキーボードは正直59,000キーボードが59,800円って段階でも完全にその何をふざけたらその値段になるのか本当に知りたいですけど、キーボードだね。その普通の iPad が買える値段じゃん。PS5 が買えちゃうぐらいの値段じゃないですか。買えるっけ、まあいいや。59,800円は本当にふざけすぎというか。だって、マジックキーボード、要するにBluetooth でパソコンとかにつなぐマジックキーボードだって値段調べてないよ。でも1万何ぼとかじゃないですか。それでもちょっと高いと思うけど、まあその品質的にで、自分はだから前も言ったけど iPad Pro の今使ってるマジックキーボードが大好きなんですよ。なのでこれは何としてもつけたいと思っていて、だから59,800円をまあつけてしまうとすると、で Apple Pencil Pro は当然つけるじゃないですか。その絵描くのに書いたわけだからと33万6400円になるんですよね。12回払いでその月のローンが2万いくらだかなんかで、買えなくはないらしいんだけど、まあ買わないですね。なんだろうな、まあだから買わないですねはなんていうの、性能的にがっかりしたってことじゃなくて、すでに4年ぐらい前の機種ですら満足度がめちゃくちゃ高いぐらい素晴らしい製品なわけですよ。なので M4 チップでめちゃくちゃ自分の使い道に合致するようなことが、あるとかね、なんかあったら考えてみますけど、今のところはこの価格に見合うような自分の中の新しい使い方が全然発見できなかったんで、失礼。これはもう絶対に一発売りできない。なんだろうな、下の子もなんか鼻がズビズビするよって言って家族で風邪ひいてんのか。でApple Pencil に関しては思ってたっていうか、その前の噂でこれは搭載されないだろうと思いつつも噂で流れてたのは、ペン先にスキャナーがついていて色をスキャンしてくれて、いろんな場所のこの辺のこの色を拾ってくれて書けるみたいな機能がつくっていう噂が流れてて、僕はそれはすごい期待してたんですよ。まあないだろうなとは思っていましたけどね。今までのスマートなペンのサイズにも収まらないだろうし、でまあ案の定その機能がついてなくて、その代わりペン自体は19,800円が21,800円かな。だからちょっとしか値段上がってないんだけど、性能はかなり上がっていて、まずこう強く握ることでパレット表示できるみたいな機能がつきました。これはだから筆圧高い人とかが誤作動しないのか心配ですけど、まあ多分その辺は調整とか聞いて大丈夫なんだと思うんですよ。でそうするとボタンを押すとかじゃなくて、要するにボタンを押すとかするとペンの握りの位置が変わるじゃないですか。なので絵を描いてる時にボタンを押すだけでもちょっと小さなストレスではあるんですよね。なので多分左手デバイスとかでそのツールを出したりするのが、主流になっていったわけですけど、その Apple Pencil Pro の場合はここを強く握るだけなんで、多分握りの位置とかがあんま変わんないまま素早く、パレットを出すことができることになりそうで、これはちょっと試してみたいですね。あとは、ジャイロが搭載されて、この回転させることで何かツールが変化する。ツールの切り替えができるって意味なのか、今までもこの角度でその筆の太さが変わるみたいなことがあったけど、その回転させることで、例えばペン先が流し角になってるマジックみたいなものあるじゃないですか。ああいうものみたいに、この回転させることで太さが変わるみたいな、何かそういうことができるのかもしれないですね。なんだろうな、ちょっとこれも使い勝手が想像できなくて試してみたくはあります。あと探す機能がつきました。僕はだから前回のところでなんか落っことしてなくしちゃいそうになることが多々あったみたいな話をしてたけど、探す機能はまあつかないよりはついた方がいいです。ただだから磁石でくっつける部分に磁石でくっつけつつ、くっついたらなんかうまいことを落っことさないようななんか仕組みが欲しかったんですよね。まあでもまあいいや、その辺はそんなに今までもめちゃくちゃ困ってたわけじゃないんで。みたいなことで、なんだけど、この Apple Pencil Pro は今回発売された Air と Pro じゃないと使えないのかなということで、まあそうなるんじゃないかとうすすが思ってましたけど、がっくりと。ただ、まあこれもまた全然確証のない
噂話ですけど OS のアップデートとかで対応できるんじゃないのかっていう話は出ています。要するに機能的には別に旧機種でできないはずはないものなので対応してくれたらすごく嬉しいです。あとは、これもちょっと今データが見つからなかったけど、遅延が減ってるっていう話もありました。なので、これももし遅延が減ってたら、これがもしかして僕の中ではすごく大きな要素になるかもしれなくて、今までも別に遅延があって困ってたわけじゃないんだけど、多分使ってみた時におって思うぐらい何か使い勝手が変わってたら、すごくいいですね。みたいな感じかな。ってなことで、ちょっと検討したり迷ったりしてみたものの、そうだな。だからだから結局のところ繰り返しになっちゃうけど、今のだからA14X かなんかのチップの入ってる古い iPad Pro でさえも十分に実用的で魅力的な機種なんで、今30万とか40万とか出して iPad Pro を検討してる人は、それが絶対必要という人はもちろん全然いいし、もうなんか石油王みたいな人はもうどんどん買っていいと思うんですけど、あとなんか YouTuber みたいな人で、それで動画が回るみたいな人も別にやりゃいいと思うんですけど、普通の人とかがこれ欲しいと iPad Pro 欲しいとか、絵を描くのになんか iPad 欲しいと思ってどれがいいですかって聞かれたら、Air か旧機種をうまく安く買うことを僕としてはお勧めしたいかな。だから絵描きの人に向けてのアドバイスとしては、全然今のこの30万40万の iPad Pro は完全なオーバースペックなんで全然必要ないです。Apple Pencil がもしかしたらすげえ画期的だった時にまたちょっとって迷うかもしれないけど、まあ今のところ関係ないかな。そうですね。ただ、これまたそうだな。絵描きって一括りにするけど、個人差がいっぱいあるんですよね。僕みたいに、モニターはでかけでかいほどいい。なんで16インチとか、なんか20インチとかを出してくれないんだみたいな、人もごく少数いるし、逆に11インチの方が手首を動かす範囲が少ないから描きやすいですよみたいな人も結構いっぱいいるんですよね。だから自分が神戸の大学とかで教えている時には、やっぱり 12.9 インチの iPad Pro を使ってる人が多かったかな。でも11インチの人も結構いたな。確か。まあ、そんな感じではあります。だから自分がだからあんまり、今の例えば若い人たちの絵を描きたいっていう人たちがパソコン使うのか、パソコンと液タブの人が多いのか、例えば iPad の人が多いのかみたいなことがあんまりよく分かってないですけど、だから自分の知っている、学生さんたちは Mac が置いてあるデジタル室に行くけど書いてるのは自分の iPad みたいな感じで、ほぼみんなそんな感じになっていて、逆に iPad 持ってない人はほとんどいないという状態だったんで、 iPad 自体は絵を描くのに、もう必須アイテムとは言わないけど、でもほぼ必須アイテムと言っていいぐらい利便性の高いもんなんで、これからデジタルで絵を描きたい人にはぜひおすすめだし、アナログで描く人も余裕があったら iPad 古いやつでもいいから、Apple Pencil が動く磁石でパチッとつくタイプのやつがいいです。お尻に刺すやつはすっげえ不便なんで、 iPad1 台持っておくと何かとなんだろうな、幅が広がるんじゃないかなと思います。ついでにそうか、今なんかそういう話になったんで、あとちょこっとだけ話すと、デジタルとアナログについて、自分はなんかアナログも鉛筆とか、今絵の具とか、マーカーとかコピックみたいなものとかいろいろ使おうと思ってるところで、もともとはなんか美術系の大学で日本画をやっていたりした人間ですけど、僕自体はあまりデジタルのツールに頼るのが好きじゃないタイプの人間で、デジタル機器がこんなに大好きなのに、だから左右反転みたいなものもなんかとか、あるいは画面を回転させるツールみたいなものもなんか僕の中ではちょっと、これも完全に間違った考え方だって今反省してるところですけど、なんかズルしてるような気持ちになって、だって紙だってくるくる回して書くじゃないですか。僕は紙をくるくる回すのもなんかちょっと何か手を器用に動かすことを練習した方がいいんじゃないかっていうなんか思想の人間だったんで、紙をくるくる回すことも何かちょっと嫌っていたんですけど、今最近になってそういうデジタルツールを上手に使いながら書いてても全然いいんじゃないかっていう気持ちになってきました。要するにデジタルのツールがないとできなくなっちゃうとアナログに戻れないんじゃないかっていう多分恐怖感があって、なんかいろんな、例えばちょっと人間が背景に対してちょっと大きかっただなとか、2人とか3人とか人間描いた時に1人だけちょっとあと一回り頭ちっちゃくできたらなみたいなことになった時とかに、鉛筆で描いてる時とかもう決して描き直すしかなかったわけですよ。それがデジタルになってみたら選択範囲で取って拡大縮小でクッてやってちょっと位置動かしたりとかできるじゃないですか。だからそれがなんかちょっとずるいような気がして、それをかたくなにやらずにでアナログの時と同じように決して書き直したりしてたんですよ。
だけど、やった方がいい。左右反転とかも、今までも、紙の時だって鏡で見たり、裏側に紙を裏返して、反対側から光に透かしてチェックとかしていたんで、そういうのも含めて、ガンガン左右反転とか今使うようになって、使った方が、修正されるじゃないですか。と、デジタル上でもいいから、左右反転してデッサンの狂いに気づいて修正するっていう練習をたくさん積んでると、アナログに戻った時も、書いていて、左右反転したらこれ違和感あるなみたいなデッサンの狂いに気づきやすくなるんですよ。だから今、左右反転のツールを使うことをためらってる人なんて、地球上で僕しかいないような気もするから、こんなアドバイス意味ないんだけど、でも、デジタルツール全般を使った方がいいです。拡大縮小とかも、それをやって縮小してみて、違和感がどの程度なのかみたいなことをどんどん検証していった方が、アナログの勘も鋭くなるので、結果的に得なんですよ。あと、だから何のツールかな。例えばだから僕で言えば、やっぱ今も姿勢が悪いことが大きな原因だったんだけど、ちょっとだから猫背になって、ちょっと頭が左に傾く、なんだろうな、手で描いていて、右手で絵が隠れるのを、フォローするためにちょっと左に寄ってみるみたいな癖がついちゃって、結果的にデッサンが歪んでることがあるんですよ。もう常に歪むんですよ。で、それを必死に直しながら描くんだけど、正面から絵を描いた時に、向かって右側の目だから左目ですよね。向かって右側だから。が、例えば水平に描いたと思っても、ちょっと上がって、いたりするんですよ。で、そういうのを意外と、平行四辺形変形ツールみたいなのがあるんですよ。平行ずらしツールっていうのかな。なんか、とかで、こうなったやつをグッて戻すとデッサンが割と正しく直されたりするんですよ。さすがに本番の絵でそういうデジタルで直しただけみたいな状態なものはやらないんだけど、下書きの時にそれをいう形で直しておいてペン入れをするみたいなことは時々やるようになっていて、それもやっぱり、修正するっていう癖がどんどんついていくと、修正後の絵に自分の目が慣れるじゃないですか。そうすると違和感に気づきやすくなっていくんですよ。なのでデジタルのツールとかを怯えずに、どんどんアナログ派の人もちょっとデジタルのツールを持って、そういうのの簡単に修正ができるっていうことを体験していくと、修正後の自分の絵に自分の目が慣れて修正する力が強くなっていくんで、やった方がいいです。やっぱり頭ちょっとでかかったみたいなのを書き直すみたいなのを一回一回消して書き直してるとストレスだし、それがデジタル上で緩和されていくと、そもそもちょっと頭大きく書いちゃったとかちっちゃく書いちゃったみたいなミスが減るので、みたいなことですかね。なのでiPad 自体はめっちゃ絵描き視点で言うとすごい有効なツールで、アナログ派の人も1台持てるなら持っておいて損がないぐらい、便利なツールだけど、新しい M4 の iPad Pro は高すぎるのと、もはや完全にオーバースペックで予算が高いなと、40万が高いなと感じる人は迷わず古い機種を買うかエアーを買うか。エアーでも今の最新のエアーがだから高いんですよね。なので、そんな感じです。全然整備済みの旧機種とか、あるいはだから中古は微妙なんですよね。だから子供用に割と信頼ができる中古のショップで中古の iPad miniにか何かを1台買ってあげたんだけど、値段も安かったんで全然後悔はないけど、やっぱりしばらく使ってみたら電源ライトニングをつないでおくとつくんだけど、外すとバッテリーがもう1分も持たないでバチって切れちゃうみたいな状態になって、常に有線でつながなきゃいけないみたいな、エヴァンゲリオンみたいな状態になっていて子供がプープー言いながら使っていてんだよたりするんで、だから中古手放しにおすすめはできないんだけど、そうだな、とはいえ価格を考えてみたら何か上手な買い物を自分で模索して検討していくのがいいんじゃないかなと思います。やっぱり円安のせいで海外製品は高くなりすぎてるんじゃないかなと思います。アップル自体は頑張って値上げし価格据え置きで性能を上げてって頑張ってるんですけどね。ということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。今、この動画を撮り終わった、直後に、奥さんからなんか LINE が来て、なんか iPad のなんか宣伝が炎上してるわよみたいなことを言われて、何事だろうと思って、ちょっと調べてみたら、Apple がその公式のプロモーション映像で、クラッシュっていうタイトルで、いわゆるその広告映像を出していて、その映像自体はおそらくこんだけ炎上したんで、ね、Apple も引っ込めると思うんで、ちょっと URL とか貼らないですけど、内容的には、巨大なプレス機で
そのピアノとかギターとか、カメラのレンズとかもあったかな、なんかとか、ゲーム機とかいろんなものを、あるいはその立体化されたその顔文字とか、いろんなものかな、とにかくプレス機でぐしゃ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 トランペットとかなんかどん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 壊していって、本当にひどい壊し方で壊していくわけですよ。で全部ぐちゃぐちゃに潰れてプレス機で全部ぺしゃんこにして、でプレス機が上に上がっていったら、残された残骸のところに iPad が置いてあって、だからいわゆる音楽とか絵の映像とか、その絵を描くこととかゲームとか、あらゆるその既存のなんだろうな、その文化とか道具とかを全部なんていうか否定してぶっ壊して、iPad がその後に君臨するんだみたいなニュアンスに見えるじゃないですか。もう本当に不愉快なひどい動画で、バカじゃねえのと思ったんだけど、そのティム・クックもなんかその映像X とかでなんかちょっと宣伝しちゃったりして、宣伝するのは当たり前だし、そのクックのアカウント自体はそのティム・クック本人がCEO がやってるわけじゃないだろうから、そういうことなんだろうけど、なんていうかもうがっかりしてしまって、もう買わねえよっていうか、買いたくなくなりましたね。仕事に使う道具だし、iPad 自体はだから自分自身は絵を描く中ですごく役立ってきた道具だから、あんま否定したくもないし、この動画一本でだからもうApple を絶対使わないぞみたいにはならないですけど、でも気分悪いじゃないですか。楽しく使わせてくれよっていうか、そんななんかギターとかピアノとかをプレス機でぐちゃぐちゃと潰して大喜びしてるような企業の製品を使いたいかって言ったら、そのものを作る側の人間たちはそんなものを使いたくないでしょう。バカじゃないの本当に。呆れ返りましたよ。もうなんかいやもう僕のなんか嫌な気持ちをここでやって、見てる人たちを一緒に嫌な気持ちにさせてもしょうがないんで、ちょっと言い過ぎました。でもいやもうなんかがっかりだなと思いますね。でクリエイティブなものを尊敬して何かをやってる企業なわけじゃないですか、アップルだってさ。でこれを現場で撮っていたり、コンテとかが出てきた時に、バカじゃねえのって言える人がいなかったっていうことなのかね。このピアノとかの壊れ方はすごいねみたいな大喜びして動画を撮っていたんだとすると、本当にがっかりというか、これからが心配になっちゃいますよね。なんだろうな、アップル自身もなんかなんだろうな、ずっと調子こいてる会社であるといえばあるんだけど、でもなんていうか一線を越えないというか、なんだろう、アップルが一つには巨大な企業になっちゃったんで、それがすごい権力とお金を持ってる巨大企業がギターとかピアノとかいろんなトランペットとかカメラ機材とかこれなんだろう、既存の文化をなんか壊していくみたいな図式がすごく嫌な絵に見えちゃうみたいなのもあると思うんですよ。アップルが巨大だからね。でもアップルが例えば小さなベンチャー企業だったとしても、何してんだよっていう感想にしかなんないと思いますね。昔のアップルがビッグブラザーと呼ばれてたIBM をなんていうかな、カリカチュアライズしたっていうか、いわゆる大きなコンピューター会社みたいなものが作り出すディストピア的な未来に対してアップルを象徴する、ハンマーを持った若い女の人がそこに走ってきて、巨大なスクリーンをハンマーを投げて破壊して未来を変えるみたいな有名な映像がありますけど、だからそれとかはなんていうかな、それもやっぱり何かを壊して自分たちが新しい何かの場所にそこに立つんだみたいなニュアンスなんだけど、でもそれは間違ったものとか悪い未来を壊して自分たちが新しい良い未来を作るんだみたいなメッセージだから、肯定的に受け入れられるじゃないですか。スクリーンをハンマーで壊してるみたいな場面があったとしても、楽器を壊すとかの中にだからさ、その文脈みたいなもので見たら、だから本当に音楽とかなんか映像とか絵を描くこととか、なんかそういういろんなクリエイティブな文化を破壊して、iPad がなんていうか、あるいは自分たちがそういうものの座につくんだみたいなニュアンスにどうしても見えてしまって、
非常に気分が悪いです。さっきの動画の中ではだからそのアナログの画材をやる人もその iPad を1台持ってその両方使ってみるといいですよみたいなことを言ったんだけど、なんかそれは今でもそう思いますよ。その iPad 自体はそのデジタルツールの良いところをその体験することがそのアナログの絵を描くことに対してもプラスになるし、逆にだから iPad だけで絵を描いてる人も逆に言うとそのちょっと絵の具を使ってみるみたいなのはすごくいい刺激になると思うから、その両方を使ってみるのはいいことだと思うんですよ。そういう意味で言ったんだけど、だからなんかそういう話とかもなんかすごく映像を見た後だとなんか自分の中でこう同じ話をもう一回できるかって言ったら、でもあんな映像を作る企業の製品だしなっていう気持ちがどうしても湧いてしまって、今だからその見た直後でなんかすごい嫌な気持ちになってるから、そうでしばらくしたらまあアップルも反省したでしょって気持ちになるとは思うんだけど、今のその見た直後としてはこんな感じの気持ちになって、今のところ iPad に関してすごいiPad の製品自体を作ってた人たちはその映像CM を作った人と別だろうから、なんかいい迷惑っていうかあれなのかもしれないけど、なんかもうがっかりしてしまいましたっていう、ちょっとだけ付け加えました。ではでは、はい。しつこいですけど、あとちょっとだけ喋らせてください。ですね、今、なんていうか、怒りに任せてアップルにはがっかりだよっていう、動画をその最初に撮った動画の後ろに付け足したんだけど、それ自体は自分の本心で全然嘘偽りのない感情ではあるんだけど、なんかその時の自分の心の動きみたいなものを客観的に見た時に、なんていうかな、自分があれを喋った時にはまだほとんどその他の人の意見みたいなものを見ていなかったんだけど、で今その動画の編集しながらX みたいなところでアップルのひどいクラッシュっていうプロモ映像に対する感想みたいなものをつらつらと見ていたときに、なんていうかな、みんな一様にこれはだから要するに楽器なり絵を描く道具なり、なんかものを作る道具に対してリスペクトはないのかみたいなことでアップルに対して、怒っていたり落胆していたりするっていう、意見をたくさん見ていたときに、自分の中で自分のなんていうかな、意見が強化されるというか、それ当たり前だけど、あるいはだから自分が、好きな人たちとか、あるいはなんていうかな、その人の意見に一目置いているような人たちもおおむねやはり今回のアップルの CM に対しては否定的な意見だったわけですよ。そういう時にやっぱり自分の中で自分の意見が強化されてしまう。それは当たり前のことなんだけど、でも SNS みたいなものが発達していると、それがすごく強化されてしまう。要するにたくさんの意見がずらずらっと並んで、それを連続してずらずらっと見ると、人間ってこうドミノ倒しみたいにその一方の感情に向けてそれが強化されるような気がして、で僕自身はだからさっきのかっこ悪く怒っている動画を撮った時には他の人の意見をまだほとんど見ていない状態だったんで、特にそういうバイアスがかかった上であれを喋ったわけではないんだけど、なんていうかな、逆に僕の自身も今はだから自分もなんか他の人の意見でさっきの怒りみたいなものがなんか増幅していくような感覚を覚えたんで、例えば僕の今のさっきのプリプリ怒っている動画とかを見たときに、他の人がなんていうかな、それによってさらに怒りを同じように増幅してしまったらちょっと困るなというか、申し訳ないなというか、それはアップルに対してもその人に対してもちょっと申し訳ないなと思って、やはり他の人の意見につられて怒るべきじゃないというか、そこの自分の心の軸はここにあって、他の人の意見があったせいでそっちに向かってこうちょっと寄ってっちゃうっていうか、増幅されちゃう感情みたいなものは増幅される前の自分の感情はここで、増幅された結果このぐらい怒りが増したみたいなところを自分の心をよくモニターして、見ておくことはすごく大事かなとちょっと思いました。なんていうかな、なんかそういうことがないと、例えばネットリンチみたいなものが発生したりするわけじゃないですか。みんなが怒ってるから俺もなんか悪口書いちゃおうみたいな感じが起きたりするじゃないですか。それはなんていうかな、良くないと思うんですよ。めんどくさい人間で申し訳ないですね。なんかちょっと喋った後でなんかネットをつらつらと見ていた時に、やっぱ自分の中にもそういう感情が湧く、ちょっと怒りが増幅するような感覚を今
なんか自分の心の中をモニターしている時にそう感じたので、ちょっと付け加えました。だからみんな客観的に見て腹立たしい動画っていうか、なんかアップルに対してがっかりしてしまうようなちょっとなんか宣伝だったなとは今も思います。ただそれは自分で見て自分の中で感じ取ってほしいかなと思いますね。ということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。こんなことで今ワタルックスタイルというか、この一発撮りのスタイルがなんか確立しそうになってますけどね。慌てて撮ってるんで。